どうもベルです。今回は、ドゥームステイのヒーローティアリストシリーズということで、SS ランクのヒーローについてやっていこうかなと思います。ヒーローのティアリストというのは、ドゥームステイのヒーローを SS ランクから D ランクまでランク付けしたものになるんですけども、少し前の動画で、どのヒーローがどのランクなのかということについてはお伝えさせていただいたので、まだそちら、ご視聴いただいてない方は、そちらを先にご視聴いただいた方が、この動画をより楽しめると思いますので、概要欄のリンクよりご視聴いただけると嬉しいなと思います。そして、今回は SS ランクのヒーローの解説ということで、もうこのゲームの最強ヒーローですね。どのヒーローも、もう最強にふさわしいヒーローたちで、もう大活躍間違いなしです。S ランク以下のヒーローたち、もちろんめちゃめちゃ強いヒーローたくさんいます。ただ、この SS ランクのヒーローと S ランクのヒーローの違い、明確にあります。ヒーローとしての強さもそうなんですけども、SS ランクのヒーローって他のヒーローじゃ代替できない。SS ランクのヒーローにしかできないことがあるヒーローたちなんですよね。今回ご紹介する SS ランクのヒーロー4人いるんですけども、まずはジュリア。彼女は戦闘において、もう誰が何と言おうと別格レベルに最強です。もう正直、彼女だけ、もう SSS ランクを用意するか迷ったほどの最強ヒーローです。じゃあ何がそんなに強いのかというと、もう1対1の戦闘において、比類なき強さを持ってます。スキル回転や火力もそうなんですけども、もう彼女が何と言っても強いのが沈黙効果で相手のスキルを封印することができます。これがこのゲームにおいてはもう最重要スキルです。ジュリアについての詳細は後ほど詳しくお話しさせていただくとして、二人目は彼、サンダーです。彼は、このゲームの中で、最も耐久力のあるヒーローです。駐屯において、圧倒的な強さを持ってます。もう基本的に、サンダーで守ってるところを、正面突破するのは不可能です。駐屯において、もう間違いなく、最強のヒーローですので、もう彼も、SS ランクにふさわしいヒーローなのかなと思います。では次に、3人目のルイなんですけども、彼は全ヒーローナンバーワンの汎用性。そして、全ヒーローナンバーワンの範囲攻撃性能と、全ヒーローの中でもトップクラスの火力を持ったヒーローです。ラリーでも、野戦でも、駐屯でも、で、もはや、冒険モードでも使えるくらい、非常に何でもできるヒーローです。で、そしてなおかつ、めちゃめちゃ強い。彼を育てているか、そうではないかで、柔軟性というものが圧倒的に変わります。そして、この範囲攻撃が非常に有用で、格上のプレイヤーに対するラリーでは必須レベルかつ、一撃離脱戦術という一方的にレイジスキルを叩き込んで、すぐ逃走するという、めちゃめちゃ有用な戦い方があるんですけども、
それをするのにも大活躍のヒーローなんですよね。で、戦闘においては、最初はアダット、宮本部隊などの、耐久力がちゃんとあって、移動速度も、速い部隊がいいと思うんですけども、ルイはもうその次のステップに進むのに、必要不可欠な、ヒーローで、常に、最前線で活躍できるヒーローだと思いますので、彼も SS ランクに、ふさわしいヒーローなのかなと思います。そして、最後の、不知火なんですけども、彼女は移動速度が重視される野戦において最強です。彼女の魅力は何と言っても移動速度です。このゲーム、移動速度が相手より速かったら一方的に攻撃できるんですよ。で、逆に相手より移動速度が遅かったら逃げられちゃうんですよ。なので、移動速度というのは本当に重要です。移動速度が速いので、アイランドや諸島で、ポイント稼ぎをする場合でも、めちゃめちゃ有用で、人によっては、もう彼女の舞台だけで、1億ポイント、2億ポイント稼げたりするんですよね。で、そしてなおかつ、損耗はかなり軽微に抑えることができます。で、私は前回の初頭で、だいたい1億ポイント弱くらい、この知らぬい舞台でポイント稼ぎしたんですけども、でそこでの損失が、50万人くらいしかいかなかったので、で、戦闘において、最も損失をもらうのって、実は退却してる時なんですよね。相手の部隊は全然減らせず、一方的に攻撃をもらうだけになっちゃうので、半分くらいで撤退したはずが、追撃されて、部隊がもうほぼ全滅しちゃうこと、かなりあるのかなと思います。ただ、不知火は移動速度が速いので、撤退したら追撃されることほぼなくて。で、しかも、移動速度部隊って、移動速度が速くても、火力が低いことが欠点としてあったんですけども、もう彼女はめちゃめちゃ火力があって、移動速度特化部隊のはずなのに、普通のヒーローより火力が高いってやばくないですか？これって現状彼女しかできないことなんですよね。通常の野戦でも大活躍ですし、タイルキルなどでのポイント稼ぎでも大活躍間違いなしですので、もう彼女も SS ランクのヒーローとしてふさわしいのかなと思います。はい。ということで、もうちょっと話したいことが多すぎて、もう軽く概要をご紹介するはずが、なんかそれだけで、結構な時間になってしまいましたね。もうそれだけ話したいことが、もうたくさんあるヒーローたちで、本当に強いです。彼らを使いこなすことで、強くなること、間違いなしだと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、早速やっていこうと思うんですけども、まずは、もうこのゲームの最強ヒーローであるジュリアですね。で、彼女、まず何が強いかって、その火力とスキル回転なんですよ。スキルダメージアップを持ってるのに加えて、満足いくレイジスキルの火力。
そして、スキル使用時に100レイジを獲得することができます。で、この100レイジ獲得ってめちゃめちゃでかくて、スキル才能の劣化の炎と合わせて、レイジスキルを打ったら160レイジ獲得した状態になるので、2発目以降のレイジスキルに必要なレイジは840になるんですよ。で、また、覚醒した場合は、獲得レイジが120に上昇しますので、820レイジで2発目のレイジスキルを打つことができるようになります。これ、めちゃめちゃでかくないですか？強い人がルイと組ませて、ジュリアを使うと、もう5秒に1回レイジスキルを打つことができるんですよ。これ、めちゃめちゃやばくないですか？もう火力がとんでもないことになるんですよね。で、これだけでもめちゃめちゃ強いんですけども、ジュリアは覚醒させることで、ジュリアだけが能動的に打つことのできるとんでも効果を発動させることができるようになります。で、それが何かというと、沈黙効果です。で、この効果、どのような効果かと言いますと、レイジスキルの発動を封印します。で、これパッと見、そんな大きな効果ではなさそうなんですけども、一度冷静に考えてみましょう。このゲーム、強くなってくると、8割以上のダメージって、レイジスキルで与えるダメージになるんですよ。そのレイジスキルを封印するって、やばくないですか？で、この封印効果中に、相手のレイジが溜まっても、相手はレイジスキルを打てないので、で、そして、相手のレイジが溜まった状態で、レイジスキルの発動待機状態になっていても、その間に相手が獲得したレイジって無駄になるんですよ。レイジスキルは超過したレイジが次のレイジスキル発動時に引き継がれるわけではないので、そうなると相手のレイジスキルの発動を減らせることにもつながるんですけども、この封印効果、シングルラリーなどで、一人のジュリアでかけてるだけでも、もちろん十分な効果なんですよ。ただ、進化はそれではありません。彼女の進化はダブルラリー以上で発揮されます。この複数の覚醒したジュリアでラリーをしてるとき、レイジスキルの発動タイミングが少しずれて、一人目のラリーで沈黙させた2秒後とかに、二人目のラリー、二人目のラリーで再度沈黙。またその後に一人目のラリーで沈黙効果が入ってみたいな状態にできれば、相手はレイジスキルをほぼほぼ打てなくなるんですよ。なので、相手が格上のプレイヤーであっても、ダブルラリー以上をしている場合には、ジュリアなら結構落としやすいです。で、しかも相手はレイジスキルをほぼ打てなくなるので、もう相手に一方的にレイジスキルを叩き込むことができるので、相手に大損害を与えることができるんですよ。もうこれ、やばすぎません？初頭でラリーするとき、私はもちろん、ジュリアでラリーを打つんですけども、その時に、もう味方が、覚醒したジュリアでラリーを打ってくれれば、
多少弱くても、もうニッコニコなんですよ。ただ、ジュリア以外だと、落胆がすごいです。もう多少弱くても、覚醒したジュリアでラリーを打ってくれれば、それでいいんですよ。よっぽど強いんだったら別なんですけど、多少強いけど、ジュリアでラリー打てませんっていう人より、多少弱くても、覚醒したジュリアでラリーを打てますって人の方が、もう正直何十倍もありがたいので。AXE のメンバーの人は知ってるかもしれないんですけど、味方に、ジュリアでラリーを打てる人が全然いなくて、的外れなヒーローでラリーを打ってて、もう、このショット無理だわって思ったこと何度もあります。で、逆に、ジュリアでラリーを打ってくれると、もう、この人分かってるわ、みたいな、感じで、もう私ニッコニコでラリー打つんですよ。で、それだけ、レイジスキルを封印するという効果は強いですし、野戦でも、集団戦の時は、相手を集中攻撃するわけなので、他の人のジュリア部隊と同じ相手を攻撃することが結構あって。で、そうすると、その時も相手のレイジスキルを完全に封印できたりして。あとは、シェルター攻撃する時も、今、強い人が2人いたら、1億5000万くらいまでの人って短期で燃やしちゃうんですよ。ジュリアで相手のスキルを封印しきれば、一方的に相手を攻撃できるわけなので。もうこのジュリアを使いこなすことが、このゲームの戦闘の大きな鍵ですし、めちゃめちゃ強力なヒーローです。この沈黙効果を持っている以上、もう彼女が使われなくなる未来っていうのは、もう正直考えられないレベルに強いヒーローですので、このゲームの最強ヒーローにふさわしいのかなと思います。では次に、耐久力ナンバーワンのサンダーについてやっていきたいんですけども、先ほどのジュリアがラリーの要だとするならば、サンダーは駐屯の要となるヒーローです。彼、何が強いかって、受けたダメージをほぼほぼ回復できちゃうので、耐久力がもうえげつないんですよ。サンダーが駐屯している塔にラリーをしているとき、こっちの兵士はどんどん減っていくのに、なんか相手は全然補充してる気配ないのに、全然減ってないじゃんということありませんか？じゃあなぜそんなことが起きるのかというと、サンダーが受けたダメージをほぼほぼ回復してるからです。見張り台を燃やすには、相手の兵士をゼロにしなきゃいけないのに、サンダーがいると、全然兵士を減らすことができなくて。じゃあその間に、カウンターラリーを発揮されて、結局、ラリー部隊を解散せざるを得なくなるか、倒されてしまって。サンダーで守ってる塔を真正面から落とすことはできない。そんなヒーローです。で、このゲームで硬いヒーロー、ライゴローやトム、あとは、エディなど、いると思うんですけども、もう彼らと比べ物にならない耐久力をしています。このサンダーがあまりに強すぎるがゆえに、
このサンダーを倒すためのヒーローであるジョニーがラリーにおいてめちゃめちゃ重要視されてるんですよ。ジョニーはヒーローティアリストシリーズでも A ランクということでご紹介させていただいたんですけども、正直野戦では全然ジョニー強くないです。ただ、この強すぎるサンダーを唯一真正面から倒せる可能性があるヒーローというだけでめちゃめちゃ評価高いんですよ。で、それすなわち、もうサンダーというヒーローが強い証明でもあって。で、一応、サンダー、あくまで軽傷兵を回復させてるだけなので、病院に送られてしまう重傷兵はそのまんまなので、兵士の損失量はあまり減らすことはできないので、注意が必要なんですけども、駐屯においては、もう彼がいないと守れないと言っても過言ではないくらいのヒーローです。今後も駐屯で大活躍間違いなしのヒーローですので、彼も SS ランクにふさわしいヒーローなのかなと思います。では次に、ルイについてなんですけども、ルイは汎用性圧倒的ナンバーワンのヒーローです。もう彼にできないことはありません。そんなヒーローです。普通のヒーローって、野戦は強いけど、駐屯はできないよというヒーローだったり、ラリーはできるけども、野戦や駐屯は得意じゃないというヒーローが多いと思うんですけども、ルイは野戦もトップクラス。駐屯もトップクラス。ラリーもトップクラスという全く隙がなくて、格上に一撃離脱戦術で一矢報いたり、押されてる時に局所的な優位を作りたい時にも比類なき強さを発揮します。まずは野戦から見ていきたいんですけども、彼は高い攻撃力とスキルダメージアップを持ってるんですよ。なので、めちゃめちゃ火力が高くて、そんな彼のレイジスキルがどのようなスキルかというと、範囲攻撃なんですよね。で、そして、その火力がめちゃめちゃ高くて、なおかつ、彼だけが持っている長所として、ルイは覚醒させると円形の範囲攻撃になるんですよ。なので、通常の扇状の範囲攻撃よりも圧倒的に多くのヒーローにレイジスキルを当てることができます。扇状の範囲攻撃ももちろん強いんですけども、どうしても当たらないということもあって、ただ、円形の範囲攻撃だと、特に密集してる時なんかは、もう5部隊にレイジスキルを叩き込むことができるので、この円形の範囲攻撃を持っているというのは、もう非常に優秀なのかなと思います。で、そして、駐屯も、この範囲攻撃のおかげで、めちゃめちゃ優秀で、相手の短期部隊から攻撃されても、範囲攻撃で倒すことができるんですよね。どうしても、ラリー部隊に加えて、短期部隊で駐屯してるところを攻撃されてしまうと、普通のヒーローだと、短期部隊に対するダメージソースがカウンターダメージだけになってしまうので、難しいことが多いんですけども、
ルイだったら、その短期部隊に対して、しっかり攻撃していくことができるので、非常に優秀なのかなと思います。また、ラリーの際も、この範囲攻撃を持っているということが、めちゃめちゃ優秀で、ラリーをしているときに、短期部隊で狙われてしまうことが、結構あるんですよね。で、その時に、格上のプレイヤーから狙われると、大損害を食らってしまうんですけども、ルイを使っている時なら、格上のプレイヤーから短期で攻撃されても、逆に相手に多くの損害を与えることができて、この円形の範囲攻撃があるおかげで、相手の短期部隊への耐性というものが、駐屯、ラリージ、どちらも非常に高いです。私、相手の短期部隊で、ラリー部隊が襲われる可能性があるときは、必ず、ルイをラリーで使うので、ラリーを打つ上で、必ず持っておきたい選択肢なのかなと思います。で、また、ルイを、使いこなす、方法の一つとして、一撃離脱戦術というものもあります。こちらは、概要欄に、その解説動画の、リンクを、載せておりますので、詳しくは、そちらをご視聴いただけると嬉しいなと思うんですけども、簡単に言うと、こちらのレイジスキルを先に発動して、相手のレイジスキルが発動する前に逃げるテクニックのことです。で、これ、めちゃめちゃ有用で、格上のプレイヤーに勝利する唯一の方法といっても差し支えないレベルで、押されてる状況であっても局所的な優位を作ることが可能です。で、アイランドや諸島での、ポイント稼ぎにもなりますので、ドゥームステイで、戦う上で覚えておきたいテクニックなんですよね。で、それに、最も適性があるのが、このルイで。で、なぜかというと、周りの部隊を巻き込んでダメージを与えていけるからです。格上のプレイヤーと真正面から戦っても、勝てる道理はないんですけども、シェルターの近くまで引きつけて、こちらの戦術を実行すれば、相手に損害を与えることができるので、もう非常に有用なテクニックなのかなと思います。で、このゲーム、ヒーローを覚醒させるのめちゃめちゃ大変なのに、野戦用、駐屯用、ラリー用だったりと、めちゃめちゃいろんなヒーロー必要じゃないですか。ただ、このルイは何にでも使えるので、かゆいところにめちゃめちゃ手が届くんですよね。で、そしてなおかつ、めちゃめちゃ強いということで、彼も SS ランクのヒーローにふさわしいのかなと思います。では最後に、知らぬい舞についてやっていきたいと思うんですけども、彼女は、現在最新のヒーローですね。で、そして現在めちゃめちゃ活躍してるヒーローで、このゲームの常識を変えたヒーローでもあります。で、このゲーム、移動速度が速ければ、相手が退却したら追撃することができて、逆に自分が不利になったら、相手の追撃を受けずに退却することができたりと、めちゃめちゃ移動速度大事なんですよ。で、その代わり、
移動速度が高いヒーローというのは、その分、攻撃力などは低く設定されて、バランスが取られていたんですけども、それでも、タイルキルや相手の部隊の帰りを狙ったりするときには、大活躍だったんですよね。火力が低くても、大活躍だった移動速度部隊に、波以上の火力が追加されたらどうなるか。そりゃあ大活躍なんですよ。ダメージ係数が合計13,500の範囲攻撃ってだけでもめちゃめちゃ強いのに、しかも移動速度ダウンまでついてきて、そしてバトル終了後の移動速度アップまで持ってます。で、このバトル終了後の移動速度アップ、一見大したことなさそうに見えて、タイルを経由して退却してる時とかでも、これまでの移動速度特化部隊のシンシアとかだと、一時的にせよ追いつかれちゃうことって正直あったんですよ。ただ、この効果があるおかげで、タイル経由してる時って、一回は、タゲが切れること多いんですよ。で、そうすると、一気に加速して、相手と、距離を取ることができるので、完全に逃走することができたり。で、そして白縫いは、本当に、今、強い人が使うと、手がつけられないヒーローで、真正面から当たっても勝てないし、でも、放っておくと大暴れされて、どう対処すればいいのか、わからないヒーローランキング第1位でもあります。戦場を縦横無尽に駆け巡り、無双することのできる唯一のヒーローです。移動速度特化部隊というのは、今後も絶対に必要不可欠な存在で、彼女を使いこなすことで、アイランドや諸島のポイント稼ぎがしやすくなるだけでなく、通常の野戦でも相手に移動速度デバフをかけることで、相手が撤退した時に味方全体で追撃しやすくなりますので、彼女も SS ランクのヒーローとしてふさわしいのかなと思います。はい、ということで SS ランクのヒーローについては以上になるんですけども、いかがでしたでしょうか？もうどのヒーローもめちゃめちゃ強くて、もうどのヒーローもこのゲームで中心となっているヒーローたちです。彼ら彼女らを使いこなすことで有利にこのゲームを進めていくことができると思いますので、ぜひこの動画が参考になれば嬉しいなと思います。こちらで長らくやってきたヒーローティアリストシリーズはもう終了になるわけなんですけども、いかがでしたでしょうか？私個人としてもヒーローの強さを再認識する良い機会になったのかなと思ってます。で、こんな感じでドゥームズデイの攻略動画を今後も作っていきますので、ぜひ参考になりましたらチャンネル登録や概要欄のリンクよりX のフォローをしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。次回は、最近戦闘イベントが多くて資源不足に悩まれている方多いのかなと思います。で、私もその一人ではあるんですけども、その資源不足解消のために
資源の効率の良い集め方についてやっていこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。